はい、鳥犬チャンネルです。今回は亡くなったメーカーさんなんですけど、ヤマトさんっていうメーカーがあって、マクロス関係とかもやってたとこなんですけれどね、そこから出てましたトイになるんですけど、ダンクーガーありまして、群雄シリーズの銅っていうシリーズなんですけど、そのダンクーガーを使って飛びかけを作ってきましたので、それを紹介していきます。はい。で、これが作りかけの画像が残っておりまして、飛びかけです。プラパンとパテで作っております。左右対称的なパーツ、右肩のパーツと、右足なんですけれど、これは左側作ってから複製しております。お湯丸でね、型を作ってパテを押し込んで同じものを複製しました。そしてダンクーガのフレームの方にこれを着さして飛びかけ完成となっております。はい、それではね、飛びかけの方をバラバラにしていって中のフレームを出していきたいと思います。速度は 2.5 倍速でお届けします。はい、飛びかけなんですけどね、この放送自体は昭和時代の私まだ高校3年生だったですね。その頃日曜日の朝に確か、日テレ系で放送されてたかと思います。これの前番組はビスマルクで、ビスマルクの時は、ミオさんが主題歌を歌っててかっちょよかったんですけど、これも歌がすごくね、特徴的なもんで、ラブサバイバーですね。そういったやつだったんですけど、アニメ放送本編自体はちょっと打ち切りになったちょっと残念な番組だったんですけど、私好んでちょこちょこ見てましたね。飛びかけってこれね、ロボットのコアになるんですよね、変形してね。で、変形するとこまではちょっと再現できなかったんですけれど、はい。で、この頃いうかもう結構時間経ったんですけど、バンダイさんの SMP 食玩シリーズでそのロボット3体のロボットの食玩プラモが出ましたね。獅子と、竜と鳳凰ですか。それモチーフにしたロボットが出たかと思います。SMP の方はね、どうしようか迷って買わなかったんですけれど、ちょっとね、こういったプラモデルにはあんまり恵まれなかったアイテムなんですけれど、私は個人的にはこれ好きやし、ゼロ影っていうのもいてね、結構いい感じのデザインのロボットいましたね。トイはね、当時も発売されて、そういった黒獅子とか竜とか鳳凰に合体できるものだったんですけれど、さすがに当時高校3年生で受験も絡んでたんでね、そういったものは買わなかったですけどね。アニメ本編のね、ストーリーの舞台は火星だったですね。そして異性のね、女性の女王様出てくるんですけど、異星人の、その声当てておられたのが島本すみさんでね、ナウシカの声とか、小公女セーラーやられた方ですね。結構そういった著名どころの声優さんとかも出てたんですけど、残念ながら途中打ち切りで終わっちゃったって感じのアニメになります。はい。で、キットの方ですけど、ばらしていっておりまして、だんだん見えてきてます。で、こういったフレームもね、ビス止めで止めておりますんで、ドライバー使って外していっております。こういったね、フレーム見た時にダンクーガーでなんか使えるん違うかなと思って飛びかけを当時作ってみました。もうね、10年以上前のやつですね。もうね、ヤマトさんも亡くなって残念なんですけどね、いろんなものが
こういったトイにヤマトさんのはなりました。今アルカディアさんになってますね。はい、ばらして整理してみるとこんな感じです。フレームはね、バンダイさんのG フレームっていうのがありますけどね、それよりもちょっと一回り大きめのものになります。このようにね、いろいろ動きが入ります。ただ走行つけるとね、やっぱり動きの制限とかあったりするんですけれど、こういったね、共通フレーム結構出てくれたらね、いろんなもんもっと作れたかなとは思うんですけれど、ダンクーガ以外にはね、何が出てたかな、ちょっと忘れたんですけれど、はい、このようなものになっておりました。そしてね、これからダンクーガに、はい、組んでいきたいと思います。久しぶりに組むんでね、結構忘れてました。ダンクーガもね、当時見てましたね。はい、主人公がね、やってやるぜって言ってたアニメですね。これは TBS 系だったですね。土曜の夕方ぐらいかな。愛よファラウェイっていう主題歌でしたね。主人公ではなくて、サブキャラの女の子ですね。ローラだったかな。声優でそれを務めたのが、当時アイドルだった藤原理恵さんよって、岡山出身で同居で、年も私と同じ年の方になるのかな。で後で CC ガールズとかにも加入されてた方なんですけど、その方が、はい、歌も歌ってましたね。スーパーロボット対戦というゲームではね、確かこうバックサントラ使ってたのはオープニングじゃなくてエンディングの方のね、サントラ使ってたかなとは思うアニメです。で当時のね、超合金とかもね、入手したことはあるんですけどね、やっぱね、当時、これ、ちょっといまいちだったですね、超合金。で、プラモデルも出てほしかったんですけど、出なくって、何年も経ってからバンプレッソから出たかな。やけど、ちょっと残念なキットやったんで、入手まではしなかったんですけれど、このグイーンのはね、結構かっこいいなと思って買ってみました。そしてね、当時モデグラでね、とてもいいダンクーガの作例とか、イーグルファイターの作例とかもあってね、すごいなと思って見てました。で、瓦礫でね、イーグルファイター48だったかな、72だったかな、あって、ちょっとね、たまたま知り合いになった人なんですけど、そこから、購入して、イーグルファイターの瓦礫武蔵屋さんのを作ったこともあるんですけれど、結構出来のいいキットでしたね。動かして遊ぶにはね、このトイは結構いいやつかなと思います。で、このトイそのままだとちょっと寂しいので、墨入れを若干ね、やっております。で今、いろいろ触ってますけど、腕の形がね、どっちやったかなって悩んでね、付け替え、はめ替えしております。ダンクーガの方もね、SMP で、近年発売されたんですけど、購入はしておりません。はい。いつかね、自分でちょっと大きめのやつでね、イーグルファイターもちゃんと変形するのを作ってみたいかな思いながら、でも超合金ですでにそんなのも出てたり、他のね、いろんなトイやってるメーカーさんからも出てるんで、いまいち手が伸びてないんですけれど、でもね、どこかで一回作ってみたいかなと思ってるアイテムになります。このね、ダンクーガ大張さんのデザインですかね、あれの影響もあって結構ね、元の設定画よりもこうマッシブなイメージのデザインのものがこの頃は増えたかなとは思います。はい、イーグルファイターの頭部もくっつきまして、これでほぼ完成ですね。あとは背中の砲塔をくっつけて仕上がりになります。
はい。ダンクガもいずれまたね、リペイントしてみたいかなとは思っております。そしてね、やっぱね、ダンクガも飛びかけも両方とも並べたいかなと思うんで、飛びかけの方また新たにね、フレーム関節作っていけたらなとは思っております。はい、以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。